はい、どうも皆さんこんにちは。 GoPro インスタ360たくさん今まで使ってきましたけども、今回初めてですね、こちらちょっと一回息整えようDJI からですね Osmo Action 4お借りしましたので、がっつり使ってきました。はい、サイクリスト目線でこれはいいぞという点をですね、たくさんご紹介していきたいと思います。早速いきましょう。疲れた。今回初めて DJI から登場している Osmo Action 4、こちらだけずっと手を出してこなかったんですが、今回ねレビューさせていただきます。これから自転車動画を始めたいっていう方はですね Osmo Action 4候補に上がる1台と思うんですけども、この機能はいいよっていうところをですね、今回覚えてもらえればなと思います。個人的に一番好きな機能は DJI Mic 2と Bluetooth でペアリングができるところ、これが Osmo Action 4の最もいいところだなと僕個人としては思います。はい、今までずっとワイヤレスマイクとペアリングして、または同期をしてですね映像を作ってきました。ワイヤレスマイクとカメラ本体をピンジャックでつないで、初めてワイヤレスマイクをですね外部音声入力として認識させて入力させて音声を残すといったようなやり方でやってました。こうでもしないとですね、やっぱり音声が微妙なんですよね。自転車ってこう乗ってるとですね、もう砂利道だったりこう40キロぐらいで走ることもあるので、もう風切り音とかバンバン入ってくるんですよ。で今時のこういう、Osmo Action 4も含めてですけども、風切り音カットみたいな機能あるんですけども、それでもやっぱ微妙なんですよね。今向かい風です。かなりきつい風が吹いております。この砂利の音とか風の音とかいかがでしょうか。これから草入ります。こっちからの風が吹いてます。結構激しめの風ですね。またここが向かい風区間ですね。かなり向かい風、同じような感じできついです。砂利の音、地面の音、走ってる音もね結構うるさいですけども、どうでしょうか。はい、おちょっと草むら地点行きます。向かい風かなりありますね。めっちゃゴーゴー言ってます。話し声がさっきよりもかなり聞き取りやすくなってんじゃないかなと思います。しっかりと綺麗に残して映像と同期させて YouTube に残すといったやり方が、僕個人としては好きなんですけども、撮影中ですねやっぱりこれ非常にリスキーなんですよ。砂利道だったり段差とかいろんなシチュエーションがある中で、ピンジャックがちょっと微妙に抜けてたとかですね、あるあるなんですよ。100キロのライドの時の90キロ地点、もうクライマックスの一番綺麗な絶景のシーン、初見でうわ綺麗、もう超やべえっていう音声が取れてなかった時、これがもしもですね仕事だったらやばいでしょ。もう地獄ですよやばいですよ。もうずっと口パクがけがひたすら映像に残っていること、私経験あります。踏まずに回す感じでいこうかな。なかなかの景色だ。前が多いでもやっぱり走ってる時は気づけないんですよ。完全に抜けきってなくて微妙にちょこっと抜けてるだけだとやっぱり見落としちゃうんですよ。そういうリスクがですね DJI のこの Osmo Action 4はですね Bluetooth でしっかりとつないでくれるので、リスクがほぼないと言っても過言ではないです。今のところ僕はねバッチリペアリングできてます。他にもですね、もともとこの軽いアクションカメラガチャガチャつけることによって重量は重くなっちゃいますし、重量バランスも崩れちゃいます。非常にですねやっぱり扱いにくくなっちゃうんですけども、この辺もですねこの素の状態でペアリングができるっていうのもとってもいいですね。今ね喋ってるこの音声もですね、この DJI Mic 2で音声をねここに入れてるんですけども、音質とかもね合わせてチェックしてもらえばなと思いますが、 DJI はですねドローン作ったり、こういったカメラ作ったり、ジンバル作ったりですね、マイクも作ってるからこそできるこの親和性なんだなと思います。音声を確実に綺麗に残したいのであればこの組み合わせはマストだと思います。次も好きな機能なんですよね。
DJI からは様々なマウントを売ってます。こういうチェストマウントも売ってますし、バイクのハンドルに取り付けるようなマウントももちろんあります。これがよくあるよく見るその自転車で撮影するときにね、胸でつけるチェストマウントですね。ここにつけることもできるし、背中でつけることもできます。個人的におすすめのポイントはですね、このマウントですね。アクション4はこんな感じで裸で使うこともできます。パチンとね取り付けることができます。まず言いたいのはこのマグネットです。これめちゃくちゃ便利です。例えば自撮り棒でつきました。ここはどこどこの景色です、絶景ポイントです、見てくださいこの景色っていうやり取りをした後に、じゃあ続きですね、これから山から下るので気をつけて下りたいと思いますってなった時にパチンとすぐに付け替えることができるこのシームレスさ、非常に優秀です。このクイックリリースマウントっていうのはですね、インスタ360にももちろんあります。 GoPro には残念ながらない機能でして、 DJI とインスタ360のみにある機能ですね。ただ DJI だけにしかないのがですね、今外したこれですね。これがめちゃくちゃ良い。このケースをはめることによってこんな感じで普通にねカチャンと横でつけることができるんですが、見てください。縦に取り付けることもできます。もちろんこっちのチェストマウントにも縦でつけることができます。素晴らしいです。もう私最高です。感動しました。今の時代 YouTube で見るような横動画もそうですけども、 TikTok とか、YouTube ショートリールもそうですね。縦動画もですね、現代においてはもうメジャーになってます。この縦動画をですね非常に撮りやすくなりました。このマグネット式のクイックリリースマウントはですね、縦でも横でもつけれるので、縦動画をねたくさん撮って発信したい、そういった発信者はもちろんですけども、気軽にですね自分の撮ったその映像を友達とシェアしたいっていう時もですね、とても良いポイントだなと思いました。このケースはですね非常にいいなと思ってます。さあ続きまして DJI のこの Osmo Action 4、ポイントとしてはですね、非常に美しい映像が残せると思います。他のカメラでも非常に美しい映像はもちろん残せるんですけども、この DJI Action 4に関しては10ビット、すごい膨大な量の色情報、そして Vlog ですね。いわゆるログ撮影がすることができます。これが非常に大きなポイントだなと思いました。特に後から映像の色味とかをいじりたい、自分好みのカラーで仕上げたい、そういった映像に対してかなりこだわりがある人なんかにはですね、非常に優れたカメラになっています。何もいじってない素の状態の映像でももちろん綺麗なんですけども、後からカラーグレーディングができるっていう点ではですね、非常に使いやすいし、色編集がしやすかったです。そしてですね DJI からですね、こういう ND フィルターも発売されてます。 ND フィルターですね、他のメーカーさんからも発売もちろんされてるんですけども、イケてる自転車映像、海外のね自転車 YouTuber とか自転車の映像をね投稿してる人、ほぼ全て ND フィルター使ってます。でさらにシャッタースピードをね固定した状態で撮影しております。今日みたいにねちょっとやや曇ってはいるんですけど、晴れた日なんかはですね、こういう ND フィルターを使ってシャッタースピードをね50とか60とかにして走るとですね、非常に疾走感のあるシネマティックでかつ美しい映像を残すことができます。 ND フィルターと Vlog を掛け合わせた映像がめちゃめちゃ綺麗なんですね。アクションカメラなんですけども、結構映像をね作り込みたい人なんかですね、この Osmo Action 4はですねとても良いなと思いました。Osmo Action 4、ここからはですね駆け足でたくさん機能を紹介していきます。自転車乗りにとってこれは便利だなっていう機能もですねちょこちょこ織り交ぜていきますので、気になる人は見てみてくださいと。まずですね、ガジェットとして非常に優秀です。起動がめちゃくちゃ速いです。公式で言うと 0.3 秒です。僕の持っている GoPro 12、そしてインスタ360の Ace Pro もですね2秒とか3秒とかめちゃくちゃ速いんですよ。ただ 0.3 秒はやばいです。でもちろん録画もですね同じように超速くスピーディーに撮影ができます。本当今撮りたいこの数秒でどうにかなっちゃうのかっていうのはないんですけども、ガジェットとしてやっぱ優秀ですね。この触った感じのタッチの感覚とかも非常に速いです。そしてですね、忘れちゃいけないプリ録画ですね。この瞬間押したとしても少し前の映像もしっかりとね残してくれる機能でございます。例えば自転車だとしたら、初見ですね、このあと絶景が来るっていう時、または思いもよらない急に絶景が来るパターンがあると思います。その時にやべ絶景だピッと押した時、やや若干遅いんですよね。もう絶景来ちゃってやや走りすぎちゃってるんで、そう
そういった時に60秒前からの映像もしっかりと残せているのであれば、これから絶景が来るっていうところまでね十分にね間に合わせることができます。何が起こるかわからないイレギュラーなシチュエーションの時に役立つ機能ですね。対応している温度はマイナス20度から45度までです。極寒のかつ夜のライドですね、もちろん OK ですし、灼熱の夏のライドも全然余裕で撮影ができます。撮影時間は最大160分撮影することができます。 4K60p で最大90分撮影することができますので、長丁場のヒルクライムレースでも結構持たせることができるんじゃないかなと思います。デュアルタッチ機能ですね。レースよくという人にとってはめちゃくちゃありがたい機能だと思います。胸につけたりとか、この自転車のここですね、ハンドルのこの下ライトをつけるところにですねカメラを取り付ける人結構いると思いますけども、タッチがしづらいんですよ。なんですけども DJI Action 4はですね前面もタッチすることができるので、こうつけたとしてもここでねタッチ操作もできます。ちなみにですね別売りにはなるんですけども GPS リモコンもついてます。今ちょっとつけてないんですけども、これをつけることによって GPS の情報を受信してカメラの映像と同期させることができます。速度とか標高とかいろいろな情報をね映像にこう残すことができるので、サイクリストとはね相性がいい機能になってます。で結構値段も安いのもポイントですね。はい、夜景に強いモード、低照度最適モードかなっていうモードがあります。このモードにするとですね夜間でも結構ね綺麗に映すことができます。ライド中ね夜のシーン結構走る人いると思います。ロングライダーなんか特にですねブルベやる人なんかでもわりかし結構ね綺麗に映像を残すことができると。でさらに突然の雨豪雨でも問題ないです。最悪ね水ポチャしても大丈夫です。これ18メーターまで防水です。何もつけない素の状態でやばいよね。はい、多分この手のアクションカメラの中では防水ケースとかつけずに18メーターは最強なのかなと思います。急速充電対応、18分充電するだけで 80% までですね充電復活させることができます。これめちゃくちゃいいよね。で個人的にすごく好きなのが充電ケースなんですよ。はい、ちょっと今見せますね。オズモアクション4にはですねバッテリーケースあるんですけども、こういうですね充電ケース兼バッテリーケースがあります。はい、これに入れて充電することができます。1、2、3個まで充電することができます。当然タイプ C 充電なんですけども、持ち歩くのにもすごく便利ですし、ジャージのポケットにももちろん入ります。こんな感じでグッとね綺麗に入れることができます。バッテリーがなくなった時にバッテリーを交換するじゃないですか。スマートに入れることができて、かつ充電もできちゃうよっていうこのケースはサイクリスト的には非常にいいですね。薄くて超いいです。はい、大好きですこれ。あと、意外に軽視がちな値段です。金額に関してですけども DJI Action 4はライバル機と比べて安いのもポイントですね。はい、イーサ360 Ace Pro、そして GoPro 12と比較されがちなんですけども、その2機種と比べてでも値段が安いのが逆に不思議なくらいですね。こんだけ多機能なのにね、そこも選ぶ上でのポイントなのかなと思います。はい、ということでですねアクションカメラ戦国時代ですね。主に3つ GoPro、インスタ360、DJI と3社あると思いますけども、DJI Action 4にしかない強みっていうのをですね3つまとめますと、まずはこのマイクとのペアリングが Bluetooth でできちゃうよと、そのままの状態で、これは非常に大きなアドバンテージだと思います。アクションカメラに関しては必ずやっぱり外部マイクをつけるので、これは最高ですね。はい、そしてクイックリリースマウントですね。横はもちろん縦動画も簡単にシームレスにクイックに瞬時に切り替えることができる。このマウントは非常に優秀です。とても良いですね。縦動画を撮りたい、でも横も撮りたいみたいな、そんな人にはですねうってつけの機能だと思います。最後はですねこの映像の美しさ綺麗さなんじゃないかなと思います。特にですね、この ND フィルターをつけて D ログで撮影して、しっかりとねマニュアルでちょっと設定する必要はあるんですけども、バシッとはまった時の映像はですね本当に綺麗。カラーグレーディングもやんなきゃいけないんですけども、その手間をやったとしてもとっても綺麗な映像じゃないかなと思います。はい、個人的にはですねアクションカメラで本当にこう綺麗な映像を残す、本気でやるぞっていうんだったらアクション4いいんじゃないかなと思います。もちろん他のカメラでもマニュアルでは設定できるので綺麗に残すことはできるんですけども、やっぱログ使ってみた感じはとても良かったですね。非常に美しかったです。ですねいろんなアクションカメラがありますけども、一つ候補として皆さんね参考にしてもらえばなと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。参考になったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にもリンク貼ってますのでぜひご覧ください。では。
す。